こんにちは。アメリカ在住翻訳者ランサムハナです。英語の先生と日本語の先生もしています。今日は AI や機械翻訳の発達で翻訳者の仕事なんてなくなっちゃうんじゃないのという質問にお答えしたいと思います。最近はね、AI とか機械翻訳の精度がどんどん上がってきていて、もう翻訳者の仕事なんて数年後には消えちゃうんじゃないみたいな話を聞くことがあります。いわば翻訳業界は、産業革命の時期を迎えていると思うんですけれども、私なりの見解を述べてみたいと思います。私は結論から言うと、翻訳者の仕事がなくなるということはないと思っています。実は私自身今回の AI とか機械翻訳っていうのを、第二次産業革命っていうふうに形容するとしたら、私自身第一次産業革命みたいなものを経験してきています。私が翻訳者としてデビューしたのは1995年なんですけれども、1994年ぐらいだから、私がデビューする1年ぐらい前にですね、翻訳業界に激震が走りました。それはどうしてかというと、翻訳メモリーというソフトが登場したからなんですね。で、翻訳メモリーというのがどういうソフトかっていうのをご存知ない方もいらっしゃると思うので、ざっくりと説明しますけれども、翻訳メモリーっていうのは、要するに過去の翻訳でリサイクルできる部分があれば、積極的にリサイクルして効率化を図りましょうというソフトです。コンピューターのマニュアルとかそういうのってバージョンアップがかかると、最新機能とか改善された部分っていうのは新しいから翻訳しなくちゃいけないんですけれども、機能的に前と変わってないものもあるわけで、そういう部分は何度も翻訳し直していたら時間もお金もかかるので、リサイクルできる部分は積極的にリサイクルをして、そうやって効率化を図り、コストもカットしようという、そういうソフトが翻訳メモリーでした。その翻訳メモリーが出てきた時に、私の先輩の翻訳者でも私よりも先に10年も20年も活躍していらっしゃる方なんかは、もう翻訳業界はオワコンだみたいなことを言ってたんですよ。その当時オワコンなんて言葉なかったけど、もう翻訳業界は終わりだと。で、一から翻訳させてもらえるっていうことももうないし、そんなリサイクルできる部分は翻訳しなくていいから、虫食いみたいにね、アップデートされた部分だけ翻訳しろって言われても、そんなのは邪道だみたいなことを言って、で結局廃業しちゃった翻訳者の先輩の方もいらっしゃるんです。で、私は当時駆け出しだったので、もう時代の波に乗るしかないと思って、まずその翻訳メモリーっていうのを購入しました。駆け出しの翻訳者にとっては決して安い出費ではなかったんですけれども、ちょうどね、ブロガーさんの方がまだ自分のブログは収益化できてないけど、いいカメラを買っていい写真をたくさん載せて頑張ろうみたいな感じで、初期投資として高いカメラ買ったりするじゃないですか。あれと同じような感じで、これだけ投資したんだから、この翻訳メモリーを使って元を取ってね、たくさん仕事が取れる翻訳者になろうと思いました。で、結果的にそれはいい選択だったと思います。駆け出しであっても翻訳メモリーが使える翻訳者っていうのを探している翻訳会社はたくさんあったんです。なのでひょっとしたら一冊丸々翻訳してた時に比べたらお金自体は少なかったかもしれないんですけど、その分早く納品できたし、たくさん他の仕事を回していただくことができたので、私としては十分食べていくだけ稼ぐことができたし、その時代の波に乗ったっていうのは間違いではなかったと思います。でも翻訳の仕事自体っていうのはその先輩のが活躍してた頃に比べればどんどん変わってはいったと思います。フリーランスの翻訳者ってどんなことしてるのっていうビデオでもお話ししたと思うんですけど、今の私たちの仕事っていうのはただ翻訳するだけじゃなくて、完成した
翻訳をチェックしたり、あと用語集をまとめたり、出来上がった製品のテストをしたりとか、いろんな種類の仕事をするようになっています。で、実際にメールとかを見ても、ただ単に translator っていうんじゃなくって、その仕事のね呼び方も linguist っていう風に変わってきている。Japanese translator じゃなくてDear Japanese linguist っていう感じでメールが来ることもあるようになっています。だから業界自体も少しずつ変わっていっているので、その変化についていけるような、努力を常にし続けることが大事なのではないかと思っています。これは翻訳の仕事に限ったことではなくて、他の仕事でも同じじゃないかと思うんですよね。私前に日本で田舎暮らししてた時にすごい印象的な経験をしたことがあるのでお話ししようと思うんですけれども、私田舎暮らししてた時にある小さい町の電気屋さんから電化製品を買ったことがあるんです。で、そのお店自体はなんかもうあんまりお客さんとかも入ってないみたいでガランとしてて、その電気屋さん、私最近はねそういう大型の家電量販店みたいのもいっぱい出てきてるから大丈夫なのかなってちょっと思って、でお仕事どんな感じですかって聞いてみたことがあるんですよね。でそしたらその電気屋さんなんて言ったかって私今でもすごいびっくりして覚えてるんですけど、最近はエアコンをね取り付けに行ったりとか冷蔵庫直しに行ったりとか外回りの仕事が多くて、もうただ単に電気屋さんやってた頃に比べたらもうすごく忙しくなってて大変だみたいなことをおっしゃったんですよね。私その話を聞いてすごいなと思ったんです。もうね家電量販店みたいのが出てきた時にもう自分のお店はね太刀打ちできないからと思って廃業してしまった同業の方もいらっしゃると思うんですけれども、その方はむしろねそのお客さんと接するその接客よりも自分はそういう機械を直したりとかそういうことが好きだから、むしろ自分の好きなことに集中できるいいチャンスと捉えて、たくさんそのエアコン設置とかそういう仕事をたくさん取るようになったと。それで結果的に以前よりもむしろ忙しいぐらいの生活を送っているっていう話を聞いたことがあります。なので本当に今まで勉強してきたスキルとかそういうのを活かせる市場っていうのは必ずどこかにあるはずなので、その時代に求められる翻訳者像とか時代に求められるその仕事像っていうのを追求して自分も一緒に変わっていくっていう姿勢がすごく大事なのではないかなっていうふうに私は思っています。最近は翻訳業界でも人間翻訳の仕事と機械翻訳の仕事っていうのが分かれて打診が来るようになりました。ヒューマントランゼーション、マシントランゼーションっていうような分類で、この仕事は機械翻訳に手を入れて直す仕事だよっていう風に仕事の打診が来ることもあれば、もう最初から人間翻訳でいきますっていうような形で仕事の打診が来ることもあって、で今後は人間翻訳と機械翻訳っていう風に二極化していくんじゃないかなっていう風に私は思っています。で若い人だったらひょっとしたら人間翻訳と機械翻訳のハイブリッド両方できるっていう方もこれからは現れてくる可能性もあるんじゃないかなって私は思います。私はもう25年間この業界でやってきて、一応機械翻訳っていうのを試してみたんですけれども、私としてはやっぱり人間翻訳の方が楽しいしやりがいを感じるので、これからはもう本当に人間翻訳とか人間との付き合いとか交流っていうようなことに力を入れてやっていきたいっていうふうに今は、思っています。で英語の先生とか日本語の先生を再開したのも同じ理由です。一昔前までは翻訳者だったらただ翻訳やってればいいみたいな、他の仕事もやってたらちょっと邪道じゃないかみたいな風潮が、あったこともあるんですけれども、今はそういうことはなくて
引き出しは多ければ多い方がいいっていう考え方になってきています。なので、私は以前先生してたこともあるし、先生もやりたいけど翻訳もやりたいと思って、それで自由度の高い翻訳の仕事を選んだわけですけれども、今の時代では両方それをやってもいいという風な時代になってきているので、ある意味チャンスかなというふうに思っています。なので、皆さんも自分のできることでそのがどんなことかっていうのを見極めて、そのね自分のスキルっていうのを市場のニーズにマッチさせていくっていうことをし続けていけば、翻訳の仕事がなくなるとか翻訳業界がなくなってしまうっていうことはないんじゃないかなっていうふうに私は思っています。翻訳者を目指していらっしゃる方の少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いします。Thank you for watching. I'll see you in the next video.